皆さんこんばんは。玉木のスポーツジャーナリズムの時間です。スポーツライターの小崎です。このチャンネルは玉木正幸が今のマスメディアとは全く異なる真のスポーツの面白さを伝えるチャンネルです。それでは我が番組のメインコメンテーター、スポーツ文化評論家、玉木正幸さんです。はい、よろしくお願いします。はい、玉木よろしくお願いです。します。今日から始まりますんで、私もちょっと、気が高ぶっておりますけれども、はい小崎君よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今週、記念すべき第1回のゲストコメンテーターは、作家スポーツライターの小林信也さんです。小林さん聞こえますか？はい、よろしくお願いします。小よろしくお林信也です。願いします。ありがとうございます。もう、第1回目から出て、引っ張り出してしまいまして、大変、なんと言いますか、恐縮しておりますが。よろしくお願いします。はい、ちょっと、小林さんの略歴だけお伝えします。はい、作家スポーツライターの小林信也さんは、新潟県長岡市生まれ、慶応大学法学部卒業です。マガジンハウスポパイ、ナンバーの編集スタッフを経て、スポーツライターとして独立。現在は、デイリー新潮、ダイヤモンドオンラインなどで行っております。高校時代は野球部のピッチャー、大学時代はフリスビーの日本代表でもありました。最新刊は、後ろ健直伝調和の身体論、武術に学ぶスポーツ進化論です。小林さんの公式ウェブサイト、それから X、ノートは概要欄に貼っておきます。ということでよろしいでしょうか、小林さん。はい。はい、ありがとうございます。それでですね、今週のテーマ。私自身、小林さんにはびっくりしてることがあるんですけれども、小林さんは高校野球のピッチャーとして、甲子園、あと一歩のところまで行かれたんですよね。いや、夏はあっさり負けましたけど、春は優勝しましたね。おー、すごい。それはやっぱり今でもなんか残ってますが、自分のなんていうかな、なんですか、パワーとして。パワーはもうないですね。むしろ僕の場合は、よく言うじゃないですか。ネガティブな経験としてすごく、スポーツライターのベースになっていますよね。高校野球が、ね、本当に楽しくない3年間だったっていうか。なるほどね。こういう本を小林さんと私とで一緒に出したこともあります。真夏の甲子園はいらないという。これはね、また第2回目の時にゆっくり喋ってもらうことにしまして、小崎さん、今週のテーマはどうなりますか？今週のテーマですが、はい。これですね。今週のテーマ、日本野球は MLB の2軍になり下がったのかということで、まず1本目ですね、エピソード1。日本で MLB 開幕戦が行われる本当の意味ということでお話しいただきたいと思います。はい、今日はもうそれで、今、なんて言いますか、テレビや、新聞もそうですけれども、日本で MLB の開幕戦、ドジャース対カブスが行われるっていうのを大騒ぎしてますけれども、小林さんはどう捉えておられますか、これを。至って冷静ですね。それはどういう意味かな？いや、だからまさにこの番組がね、スポーツジャーナリズムを言われている通りで、日本にスポーツジャーナリズムは存在しないというふうに思っているので、僕も呼んでいただければ喜んでスタジオにも行くんですけれども、いや、本当に、ワイドショーなんか日本のプロ野球をやる機会は全くないと言っていいぐらいですよね。そうですね。ほとんどの人が、なんか気がついてないのか、もうすっかりそれに影響されて、もうなんか気持ちはメジャーリーグだけみたいなね。大谷だけですけどね。大谷だけど、そうですね。はい。
それをどう思われますか？それは。これはどう考えればいいのかなというのはね、いや、 V 級もう巨人っていうのは簡単に言うとどうぞ末期症状だと思ってますけどね。ああ、何が末期症状？何花火がろうそくが消える前の、はいはないんか、ポッと、火がね、盛んになるような。だって、この先にまあ少なくとも日本で野球が盛んになるという可能性がどこにも見えないので、いやー、なるほどね。まあ、あだ花的な感じはしてそうですね。います。いや、私は、メジャーリーグが、要するに日本で野球をやるということは、これは日本のマーケットに対する侵害ですよね、明らかにね。それで、日本で例えばモハメド・アリが、ボクシングをやった場合なんかは、日本のボクシングコミッションに、金払ってるんですよね。要するに日本のマーケットで、アメリカのボクシングをやるんだから。これはマイク・タイソンの時もそうなんですけれども、メジャーの場合は、これ全然そうやなくて、なんか日本人を連れてきたからやっていいんだろうっていう感じでやってますよね。これがなんか不思議だなと思っていたので、小林さんは、私、この本を今ずっと読んでるんですよ。白井義さん、宋さんの永続敗戦論。で、これでどこに何か出てくるだろうと思ったら出てきた。日本が第二次大戦に負けたとき、原爆落とされましたよね。広島と長崎に。はい。これを恥ずかしいと誰も思っていないっていうことを読んだときに、日本でメジャーの野球をやることを野球関係者の誰も、あるいはメディアの誰もが恥ずかしいと思ってないのが私、これだなと思って。というのは、やっぱり東京ドームでやるのは恥ずかしいでしょ。汚い人工芝の狭い、野球場としてはプレハブの球場でね、やるときにドジャースタジアムとどこが違うのかと。こんなところでは日本の野球ダメじゃないかと思っていたら、今、小林さんが言われたように、末期症状だと言われたことは、なるほど、そうだと思ったんですが、どう思われますか、小林さんは。みんなが、なんだろうな、玉木さんが言われた通り、アメリカの野球日本でやるなんてありなのって思うのが普通だと思うんですけれども、そう。初めてではないけれども、そういうことを言う人がほとんどいないじゃないですか。いないですね。なんかみんな分け知り顔というのか、そういうことを言うのは恥ずかしいとか、日本のプロ野球関係者の中に、これはまずいよ、大リーグなんか日本でやっちゃうっていう人が、まあ、20年ぐらい前なら絶対いたはずなんですよね。いや、絶対いたと思うんですよ。で、もうそういうことを言う人もいないし、言うことが恥ずかしいようなことになってるのは、玉木さんおっしゃるように、ちょっと、どうしてこんな空気になってんだろうって気がしますね。当たり前になってますよね。まあ、その日米野球であったりっていうのも、そうですね。まあ、ただ日米野球でも、かつて日本が呼んでね、日本と対戦してたというのとはもう全く違って、玉木さんおっしゃるように、諸場代も払わずに、アメリカの野球を日本でやってるわけだから、こんなのおかしいでしょって、ね、本当は言わなきゃいけないんですよね。いや、儲けるためにやってるんですね、これ。メジャーリーグが。まあ、ただその儲けるっていうのが、アメリカだけが儲けてんじゃなくて、やっぱアメリカに寄り添って儲けてる日本の企業もいっぱいあって、そう。だから、それが日本のプロ野球をやってる人たちが喜んでるんだもんね。それで儲けてね。今回のその、カブス、ドジャースのこの開幕戦も、主催って、読売新聞社が入ってるんですよね。そうですね。MLB と MLB 選手会と読売新聞社が主催なんですよね。まあ、巨人がやってるんですよね、はっきり言うとね。まあ、はっきり言ってそうですね。でも、それ面白いなと思ったら、僕が小林さん、野茂がね、初めてドジャースに行った時、この時では私の大先輩のスポーツライターの佐世実さん
が素晴らしいことだって言ったんですよ。何が素晴らしいかっていうと、NHK が野茂の、ドジャースの球場を映してくれると。で、こんなに素晴らしい球場でね、こんなに美しい球場でアメリカはやってるんだと。だから日本ももっといい球場を作って、もっといい野球にしなきゃダメだっていうのに気づくだろうって言ってたんですよ。で、それを思い出してね、ああ、誰も気づかなかったのかと。まあ、エスコンフィールドができたのがどうなのかなと思いますけれども、そこのところと、佐々さんの、希望で喋られたの、小林さん、これ、やっぱり素晴らしい意見だと思いますよね。いや、まあ、素晴らしいものに目が触れるして、そこに追いつこうとするということになればよかったでしょうけれども、まあ、そうはなってないですよね。なってないですね。それで。まあ、エスコンもそうですよね。来年から、内野を人工芝にするっていう話ですから。なんかそうらしいですね。ねえ。なんでそんなことするのかな。他の、ライブとかに使うために、芝だと傷んじゃうんで、人工芝にしますっていう話ですからね。それね、芝だと傷むなんて言ってくるけれども、あれ、ロンドンの、なんだっけ、あれ、サッカーの一番古いところウェンブリーですか。ウェンブリー。あそこが芝の上に、観客席をやる、あれを発明したんだよね。方法を。はい、それで、国立競技場なんかでも、3テナーやったりしたんだよ。みんな今そうですよね。そう。で、それでできるはずなんだよね。そういうのはね。まあ、ウェンブリーは、ハイブリッドで人工芝と天然芝のハイブリッドなんで、ちょっと違うんですけど。いや、もうね、ハイブリッドもね、人工芝もね、今の、プラスチックのことを考えたらやばいよね。海洋マイクロプラスチックのことを思うと、絶対に問題があると思うな。というね、ふうに話がちょっとずれたかもしれませんが、小林さん。これ、末期的な症状と言われたのが、どこかで立ち直るきっかけっていうのはあるでしょうかね。今のところないと思いますね。何か方法はないですか、方法。アイデアは。これね、音楽に、すればね、外国の、まあ、大物アーティストが日本でライブをやる、コンサートをやるっていうのはもう、ずいぶん前からあって、そのことは、音楽ファンも大歓迎だし、でも、そのことによって、佐世さんではないですけれども、日本のアーティストが世界のアーティストになっていくという道筋が音楽においてはありますよね。今、言葉の壁っていうのもいろんな、あれでなくなってきて、日本語で歌ってもちゃんと世界で受け入れてもらえるような土壌もあってね。で、まあ、それと同じように大谷がいるじゃないか、他にも何人もいるじゃないかと言われるかもしれませんが、日本の野球そのものは全然変わっていないので、まあ、このテーマにあった日本の野球がまあマイナーになっている。まさにその通りで、僕はあんまり悔しいんで、いや違いますよと。日本の野球がアメリカメジャーリーグを乗っ取ったんですよと言いたいんだけど、あまりにも強がりで、まあだって5人もいるんだから、あれはもうドジャース3人いるんだから、ドジャースって日本の球団なんですよって、これからもっと日本人入りますよっていうね。そんな、強がりを言いたいんだけれども、まあ実質的にはもう本当に、日本のプロ野球の存在っていうのが分からなくなってますよね。最近僕がドキッとまたしたのは、読売ジャイアンツが、稲城市に、読売ジャイアンツ球場かジャイアンツタウン、フィールド作りましたね。あれが2軍の球場だっていうのでね、これは、また2軍で選手を養成して、メジャーに送り込むんですね。これはね、日本で素晴らしい選手が日本の素晴らしい球場で日本の素晴らしいプロ野球を発展させるんだっていうのが、小林さん見えないですよね。
どうしたって、これだけ多くの選手がアメリカを目指し、そしてアメリカの球団と契約した途端に、もう年俸がもう一桁以上違うわけですから、もうそうですね。誰だってそこを目指すのはしょうがないなっていうところですよね。そうですね。でも今回の、開幕戦の、玉木さんが送っていただいた入場料入場料、はい。あれも見ると、僕もともとそのメジャーリーグに近づくべきだという人の取材もしている中でね、ヤンキースタジアムのネット裏なんて15万ぐらいするんだよって。そうですね、それが、そうですね。それだけ15万するからこそ価値があるんだと。そして、ゴルフに接待ゴルフがあるように、ヤンキースタジアムに家族で招待して、これすごいビジネス的にはもうご接待になって、野球はそういうふうに使われてるんだということを、いかに野球がアメリカで、文化としてっていうのか、ビジネスとしても発展して日本と違うっていうふうに聞いてたんですけども、いざ日本でこの料金見せられると、これね、そんな価値ないでしょってもうはっきり言っちゃいますよ。もうやってるのに、何十万も払うなんてね、価値はないです。もうそれだけの、これはある種贅沢品というかはい。そういう意味でも僕は、末期症状だなと思うんですよ。なるほど。私ははっきり言えないわけじゃないです。そうですね。いくら食べ放題がついていて、はい。すごくおしゃれなお酒も飲める。はい。だって、球場に行ってわざわざそんなことしなくていいですもん。野球見ないんですよ。野球ほど面白いもんないんだから。はい。私は初めてアメリカの大リーグ、メジャーに取材に行ったとき、カブスなんかは外野が50セントでしたからね。ホワイトソックスが。もう50セントから、ドジャースが確か1ドルでしたからね。それで、ドジャースのオーナーのピーター・オマリーさんに、私インタビューしたことあるんですが、野球っていうのは完全に庶民のものであるっていうことを彼はものすごく強調していて、値上げはしてはいけないんだって言ってたんですよ。やっぱ、オマリーさんが言いたい頃はメジャーもまともな感じが、やっぱあったなという気がするんですが、それが集団でのすごい、なんていうか、資本が入ってきて、ビッグビジネスになって、で、大きくなったのはすごいかもしれないけれども、すごいですね、この値上がりの仕方。これは、おっしゃった通りで、僕が世紀末といったもう一つの理由は、もう、貧富の差を見せられに行ってるようなもんなんです。野球で貧富の差語っちゃダメだよ。メジャーリーグにね、行った時にメジャーのスタンドにはピーナッツを正確に投げてくれる人がいるとかね。いた。それをまた、隣の席の人が、なんか、ビールとか順番に手渡してくれる、あれが楽しいんだよとか、まさに庶民っていうか、本当に人と人とのつながり、野球を見るという楽しみを通して、なんかそういう場所だったのに、もう、この料金見せられると、何十万も払って見てる人はどこにいるんだろうねとか、なんで僕らはここなんだろうねとか、そんな場所になっちゃってるわけじゃないですか。今メジャーリーグもどんどん上がってますもんね、値段がね。ヤンキースが新しいヤンキースタジアムを作りましたよね。あの時にはレッドカーペットを作ったんですよね。ネット裏の席に。そのレッドカーペットって野球には向かないですよね。野球の面白さ。革張りのシートですよね、ネット裏って。小林さんに野球の面白さを僕が喋るほど、なんていうか、もうそれこそ、そんな恥ずかしいことないんだけれども、野球ってさ、こう、道を歩いていたら空き地で子供がやっているのを立ち止まって見ても面白いでしょ。で、そこで誰かが打ったりすると、あの子すごいじゃないって言ってる野球の面白さっていうのは、これプロになっても一緒だと思うんだよね。その辺がなんか野球がこの頃はどうなんでしょう。小林さん変わったのかな。今言われた通り、ビッグビジネスになることによって、野球以外の付加価値をどれだけつけるかっていうことがすごく発展しましたよね。
だけど、面白い僕がそんな価値はないって、言っちゃいますけれども、例えば大谷のホームランでも、今日のホームランは良かったねとかね、今日のは力で持ってったけど、そんな見る価値なかったよねとか、そういうところを昔の野球ファンっていうのはものすごいこだわってたっていうか、ありましたよね。やっぱり、はい。それ元のは、ホームラン軌道ってありますもんね。ありましたね。今そうですねの、スポーツっていうのは、スポーツジャーナリズムがないっていうことに通じますけど、もう結果が出れば、数字が出れば、みんながなんか納得するみたいなね。そう。どんどん数値化されて、もうそこに文句が言えないみたいな、だから僕らはもう出る幕がどんどんなくなっていくと思うんですけれども。なるほど。私今、小林さんの話を聞いていて思い出したのが、俵万智さんの短歌、野球をテーマにした短歌で、日本を離れてなのか、セリーグの首位争いがちょいと気になるっていう、短歌があるんですけど、これって、順位表しか浮かばないんですよね。野球は頭に浮かばないですよね。日本を離れてなのか、セリーグの首位争いがちょいと気になる。首位争いなんかどうでもいいでしょう。はっきり言うと最後の方で、優勝チームはすごいですけど、現場に行った時に、長嶋茂雄さんが、走ったっていうのを見ただけでも興奮するっていうのが野球だっていうのがね、これが、なんか首位争いになってしまったら、面白くないですよね。小林さん。どうですか？いや、そこに原点がありますよね。長嶋さんがなんでスーパースターだったかというと、やっぱり投げた後手をひらひらさせるだけでもう燃えたわけです。長嶋さんの、野球場で見た時のダイナミックなプレーを見るというのが野球の醍醐味。で、何十万円も払って見るもんじゃないだろう、いうふうに思うんですけど、どうですか、小林さん。いや、全くその通りですよね。僕は、プロ野球のない地域で育ちましたから、はい。めったにそのプロ野球選手を見ることはなかった。で、初めて小学校、5年生の時に球場ができてオープン戦が来た時なんて、試合のことを覚えてないんですよ。試合で、誰がこんなことしてたとか、先輩に高橋和美の帽子を取って、スタンドに投げ入れられて、高橋和美が、なんか僕らに謝りながら返してとか言ってるとか、なんか、そんなことがね、すごく楽しかったんですよね。長嶋さんはもう当然、打った打たないじゃなくてね、投げた後の手のひらひらだとか、もう、あらゆる一挙一動がみんなを興奮させていた。今もそうだと思うんですが、でもメディアが結局何か一つのものにフォーカスしてみんなの関心を誘導しようとしているような、で、それがまたビジネスとつながっていくような、パターンになっているから、なんでしょう、多様性とか言いながら、野球とかを見る多様性はどんどん少なくなってますよね。そうですね。本当そうですね。野球っていうのは、野球場に行けば、座席を少し変わるだけで違うものが見えてくるっていうぐらい面白いスポーツで、いろんなことをみんなが見たものを心の中でなんていうか、温めることができるんですよね。それがこの頃なくなってしまって、もうなんか優勝はどこだとか、ホームランが打ったか打たないかとか、つまんねえなあというふうになってしまいましたねっていう感じがしますけれども、第1回目はこの辺でまとめて、小崎さん、第2回目、また小林さんと、今度はそういう野球を作る高校野球の話をしましょう。ということで、小林さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。次回の配信ですが、今週のテーマ、日本野球は MLB の2軍になり下がったのかのエピソード2ですね。メディアが高校生をもてあそぶ高校野球大批判は3月5日水曜日の午後8時配信予定です。引き続き小林さんとともにお送りします。お楽しみにしてください。それでは皆さん、次のエピソードでお会いしましょう。